コメリじゃないんだよね。コメリ？そう、コメリじゃないんだよ。コメリだったかな。まあいいや。はい、皆さんこんにちは。車の第一線カカカシノピーです。今回はこちら、コメリの自動車用ホイール専用ブラシ。こちらを購入したので使ってみようかなと思います。コメリ商品がまあ安い。こんな安いのちょっと勘弁してよっていうぐらい安い。けど今から洗車を始める人にはもってこい。安ければ安いほどやっぱ買いやすい。洗車に興味を持ってもらえると思っておるので、まあいいことだとは思うんですが、他のね洗車メーカーさんはちょっと勘弁してよって思っているはずです。それぐらい安いのがコメリ。こちらですね、ホイールブラシ購入してきました。で、安いって言ってるけどいくらなんじゃいっていうところですよね。で、まあホイールブラシ似たようなものでいくと、この2つが似てるかな、大きさ的に。イージーディテールブラシ。この青い方ですね。これビッグです。で、金額が5000円ぐらいします。で、こちら、ながら洗車のインショットソフト。これが、リトルという小さいブラシ。これがセットになって、Amazon で3900円。コメリが1280円だったかな。1300円もいってないです。1200円台。ちょっと待って。1280円だ。安いんですよ。こりゃ安いよ。で、見た目もちょっと開けちゃおうか。こんな感じ。あ、違うわ。大きさはもうほぼ一緒ですね。で、どちらかというと、EZ とインショットソフトは、かなり似ている。柄の部分とかも似ていますが、コメリの方は、ちゃんとしたグリップみたいなのがついてます。で、触った感じ、こっちがなんかツルツル、なんかコーティングされてるような毛。で、両方とも、こんな感じで曲げることもできます。ちょっとね雑な部分もあるけど1200円だったらいいんじゃないのかなと思って購入しました。なので今回はこれを使ってホイールの方を洗っていこうと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたらこのホイールで試していこうかなと思います。すごいね隙間が空いているようなホイールではなく、結構ね細かいスポークタイプの純正ホイールなんですが、これを使って隙間の入り具合とか跳ね返りとかその辺を見ていこうかなと思います。一番狭い部分で言うとキャリパーの部分ですね。ちょっと見えにくいかもしれないんですが、この部分、このキャリパーとホイールの隙間、ここが一番狭い部分になっております。なのでこの辺入るのかどうかとかも含めてやっていきたいなと思います。そしたら洗ってっちゃいましょうかね。で、まず、ブラシ今回3つですね。EZ と、あとコメリ、それとインショットソフト。この3つを用意しました。で、長さはそんな変わんないです。同じぐらい。だけど、グリップの部分がコメリの方が長いですね。その分奥には入りづらいのかなといった感じです。この毛の部分、ブラシの部分の直径とかはほぼ同じ。先端部分にゴムキャップがついてます。これはガシガシ洗ってった時にホイールに傷がつかないように保護されています。これは3つとも保護されているといった感じですね。あとは芯の太さが違いますね。ちょっとカバーされてて分かりにくいんですが、コメリが一番細いかな。芯はちょっとねこれ分かりにくいんですよ。これ分かりますかね。この太さがこの EZ とかと比べるとちょっと細いんですよね。これがね大丈夫かなとは思っている部分です。で、ながらのインショットカバーしてて見えないんですが、こっちの方を見ると、EZ と同じぐらいかな。なんか細い分奥に入りやすいとかももしかしたらあるかもしれないです。ちなみに EZ の方は、針金になんかカバーがされてるような感じなんですよ。今日ちょっとね錆びてます。で、どれもカバーはされてるかな。そしたら洗ってきます。隙間問題だよね。で、せっかく買ったコメリからいきますか。あ、キャリパーのとこ入るわ。あ、ここは厳しいか。なるほどね。EZ いきますか。違いはねありますね。ここ厳しいわ。さっきコメリ結構入ってたんだけど、厳しいっていうことはここも入んないでしょっていうことはここも厳しいんだろうね。さっきよりかなりきついですね。次インショット。インショットソフトの方がさらにきついわ。毛の量、あと、芯の太さとかによっても、全然違いますね。一番奥まで入るのはこのコメリ、このキャリパーの部分ですね。一番奥まで入りますけど、EZ の場合はこの辺が限界だね。で、インショット
インショットもこの辺だ。インショットの方が入ってない感じする。毛量が多いのかな、毛が硬いのか。イーズイの方が入るけど、引く時結構硬いですね。けど芯が細い分コメリだったらかなり奥まで入ります。跳ね返りはもうね、ある程度仕方ないのかな、これ系は。そんな気がします。じゃあ続いて跳ね返り具合を見ていきます。こんな感じ、まあまあ跳ね返ってます。次イーズイ。やっぱ毛が結構しんなりしてる分、イーズイの方が跳ね返りが少ないですね。コメリの方がしっかりしてて跳ね返りがある。コメリが一番跳ね返るな。やっぱそうだ、この感じわかります？この違い。毛がね結構ねしっかりしてるんですよ。コシがあるっていうか、だからその分跳ね返りはコメリが一番すごいですね。コメリの方はプラスチックっぽい感じの毛質で、イーズイの方はタオルっぽい感じ、なんか布っぽい感じの毛質なんですよ。だから跳ね返りが少ないで、その分毛がね寝すぎちゃうっていうのはデメリットかな、このイーズイの。続いてちょっとこの曲げて裏側ですね、洗っていこうと思います。わかるかな、このように曲げてこの裏側を洗っていきます。けどこの針金の部分が今ちょっとむき出しになり気味、わかります？なんか嫌だね。っていうかね、こうグリップがね回るんですよ。これ僕が買ったやつが悪いのかわかんないんですが、グリップがねぐるぐる回ってね、すごい扱いづらい。なるほど。このね曲げやすさはコメリの方がやっぱね芯が細い分曲げやすいです。やっぱねこう洗った時のね不安さっていうのかな、コメリの方がグニグニ回っちゃう。インショットもいいね。こう曲げて使った時にコメリの方がここの芯が細くて、これが結構ね動かしてる時にグニグニ曲がるんですよ。だからしっかり動かせない。僕の場合このグリップも回っちゃうんで、それも含めてしっかり動かせないね。柔らかすぎるって僕は感じるけど、毛がまあまあしっかりしてる分しっかりめにはね洗えてそう。全然違うな。これどれがいいのか、もうホイールにちょっとね合ってない感じもあるんですよね。より狭いところを洗いたい人はコメリの方がまだ隙間に入ってくれるから洗えるんですが、やっぱちょっとね安いからか芯が細いっていうのがね奥まで入ってくれるんですが、ちょっとなんか抵抗あった時にすぐこうグニュって曲がっちゃう。で動かしたい方向に動かないことが結構ある。その操作性がねあまり良くないんですよね。ここはねやっぱ高いブラシとの差がはっきり出てるな。けどねやっぱイーズイの方が毛が寝ちゃうから、この毛の戻りがないんですよ。反発がない。だから洗えてる感で言うと難しいな。こっちもこっちで操作性が悪いからあれなんですが、毛の感じの、洗えてる感で言うとコメリの方がちょっとあるかなって考えると、インショットの方が毛的にはいいんかね。イーズイほど寝すぎてないみたいなのがあるんですよね。でホイールブラシって結局この辺の汚れ、ここですね、こういうとこ洗えないんですよ。あとこういったところ洗えないことはないですけど洗いづらい。なのでこういったところは、スポンジところの方がやりやすいので、結局使い道としてはこの奥までしっかり洗えるかっていうのと、あとこの裏側ですよね、曲げてこうちょっと見えない部分なんですが洗えるかどうかっていう部分ですよね。インショット悪くないね。コメリもね悪くないです。金額を考えれば悪くないんですが、不安、僕個人的にはね柔らかすぎる。ちょっとしたら折れちゃいそうな感じがする。ちょっとしたらっていうか、すぐに折れる感じはしないんですが、そのうち折れちゃうんじゃないのかなって思います。あと跳ね返りはねやっぱコメリの方があるわ。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、コメリのホイールブラシ、1280円、超激安ホイールブラシと、それと似たような、ながら洗車のインショットソフト、それと、イーズイデテールブラシ。この3つを使い比べてみました。で、同じようなブラシなんですが、やっぱね、それぞれ違いました。で、今回のメインは、こちらコメリのホイールブラシなんですが、良かった点としては、安い、1280円。ながら洗車が3900円。これリトルもセットになってますが3900円で、イーズイの方が5000円。そう考えると1280円めちゃめちゃ安いですね。そこはねまず一つ良かったのと、芯が細いのでこの2つ同じぐらいの芯の太さなんですが、この2つで入らないところもコメリだったら入ると、そこが良かったですね。で、あと毛の方が結構コシがあるので、しっかり洗えてる感が
ある。この3つがね僕が使ってみてよかったなと思う点。ちょっとなって思ったのがこの毛ね、星がある分跳ね返りが他の2つと比べて結構ビシャビシャくる感じがあります。あとは、この芯の部分細くて奥の方まで入るんですが、結構ね洗ってる時にこうぐにゃぐにゃこう曲がっちゃって操作性が悪いかなと僕は思いました。あとこれね僕のだけなのかわかんないんですが、この柄の部分がちょっと回っちゃうんですよ。そのせいで、洗いながらもこう回っちゃって力がうまく伝わんないで、少し洗いづらいなと思いました。その分ちょっとお高いんですが、インショットソフトだったり EZ の方はかなりしっかりしてます。この辺もねしっかりしてる、これ言い方でね全然違うんですが、僕はしっかりしてるっていう印象を持ちますね。コメリ柔らかいんだけど曲げやすいですよ。曲げやすいんですが、柔らかすぎてちょっと力が伝わんない感じが若干あるなと。あとこのね、このグリップ分かります？ぐるぐるこう回っちゃうんです。これがね使いづらいなと思ったんですが、グリップあるから疲れないし、そこに関して言えば変わんないか。こっちもそんな疲れるもんでもないっていう感じかな。一番は安いっていうところなんですが、安いなりのちょっとね不安さっていうのはありましたけど、使ってみて特別悪いっていう感じはしないので、こっちのねホイールブラシ買いたいけど高いなと思ってる方、一旦コメリの方試してみてもいいのかなとは思います。でこの2つに関して言えば、しっかりしてて EZ の方は特にね毛が柔らかいんですよ。他のものと比べて、ね、布っぽい感じの柔らかさがあってすごい優しいなって思う一方、洗えてないなって感じる時もある。毛がねちょっと寝すぎちゃうっていうのかな。だからそういった意味でも、どれを選ぶのかっていうところですよね。難しいです判断が。EZ のいいところはかっこいいですよね。高いけどかっこいいっていうのはあります。でながら洗車のインショット、毛がね EZ よりちょっとしっかりめなので、しっかりめに洗いたいなっていう人はこのインショットでもいいのかなとは思います。だから間を取ってながら洗車のインショットソフト、リトルも一緒についてくるからこれ結構いいんじゃないのかなとは思います。だけど今から洗車始めるっていう人は一旦コメリでもいいのかな。けどちょっとかっこいいの使いたいぜっていう人は EZ なのかな。これホイールブラシに求めることって皆さん何ですか？しっかり奥まで洗えればいいのか、それとも汚れを落とす力が強ければいいのか、そこら辺ね、求めるものっていうのが難しくて、っていうのもそのホイールによってどのホイールブラシを選ぶのかっていうのも結構重要になってくるんですよ。今回のホイールだったらコメリのやつ奥まで入るのですごい良かったんです。あそこまで隙間がないホイールってあんまなくて、それだったらこっちでもいいよねだったりこっちでもいいよねみたいな、だからそこがねちょっと難しいところです。結局はね、奥洗えてればいいのかなとは思うので、このね判断基準はホイールの種類によっても変わってくるのでちょっと難しい部分かなと思いますけど、コメリ安いので気になる方はね是非購入してみてください。それと他にも毛抜けるね、コメリの方結構毛が落ちてる、そこもねちょっと注意点かな。壊れやすそうな感じは若干してます。じゃなくて他にも買ってきたんですよ。今日できなかったんですが、水シャンプーと根こそぎドライクロス、それとあとフォームガン、この辺ね1000円台なんですよ。撥水シャンプーでいうと500円ぐらいで、こっちはもう1500円ぐらいで購入できる商品です。この辺はね追ってちょっとやっていきたいなと思うので、気になる方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。